世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回は日本 vs 中国、隣国で日本の味方についてくれる国あるという海外交流サイトにあった海外からの反応がとても面白かったのでご紹介いたします。可愛い日本ちゃんの味方だよ。アニメは可愛いから日本側につく。ナチュラルに僕らフィンランド人は日本の味方。僕らも日本側につく。そうしないとフィリピンの経済がダメになっちゃうからね。あと中国は東南アジアの領土を自分の領土とか言い張ってるし。台湾を僕らに返せよ。それを言うなら日本に返せ、じゃね。隣国って中国側の国なの？今はそう。昔は違ったんだけどね。多分第3次世界大戦が始まったらアメリカ側につくんじゃないかな。日本側にはつかない。現状、中華帝国一強だ。アニメは中国のものになるし、日本の技術も中国のものになる。つまり二次元の嫁も中国のものになる。日本側にはつかないけど、とにかく戦争はやめてほしい。隣国と日本は同盟を組むべきだが、歴史的に難しいだろうな。中国は日本やアメリカと戦う前に内乱が起こるだろう。日本の味方するよ。日本は可愛い。戦争が終わる瞬間まで味方するぜ。USA は永久に日本の味方だ。愛してるぜジャパン。アメリカやイギリス、フィンランド、オーストラリアなど日本の味方だと言ってくれる国が多いことはとても嬉しいことですね。カナダには中国系カナダ人がとても多いようで、反日とは言いませんが、中国の味方だよというコメントが多く見られました。そして全く味方がいない隣国、いろいろな国に無視されてしまって少しかわいそうになってしまいますね。同じような海外交流サイトに日本と隣国どちらの国が好きですか？という質問もありました。結果は見なくとも分かってしまうかもしれませんが、面白い反応もありますので、そちらも少しご紹介させていただきます。どちらも好きです。もちろん、ずっと日本が好きだよ。日本だ。日本の歴史の影響で、隣国の歴史にはあまり詳しくないが、いつも日本に魅了されてる。日本だよ。間違いなく100倍だ。その理由は人だな。日本人はずっと歓迎してくれる。はるかに礼儀正しいし、はるかに友好的。隣国にいた時、私はアメリカ人だから、酔った男から顔に唾を吐きかけられた。あと、隣国は臭い。キムチだよ。彼らでさえ冷蔵庫を別にして保管してるんだから。鼻をつままずに月曜の朝、電車に乗ってみるといい。キムチとソジュの匂いがするよ。そして交通機関は日本に勝てる国はない。電車でどこでも行くことができる。あちこちずっと楽に回れて、しかも安いんだ。食べ物も日本の食べ物は多種多様。他のどの都市より、ミシュランのシェフが東京にいるからね。あとは車。隣国の車は、白、黒、または銀の中からしか好きな色を選べない。もちろん、ほとんどがヒュンダイ。日本は性能も良くて選び放題だよ。隣国です。新しいもの好きで、予算以内に収めたいのなら、隣国は最高ですよ。日帰り旅行で5回ほど日本に行ったことがありますが、あんなに食費や生活費が高いのに、日本人はどう生活してるのかわかりません。ワシントン DC に住む米国人から見ても高いです。また、隣国料理は世界で最もヘルシーな料理ですし、健康面で日本料理に匹敵するものもあると思います。すべてのキムチが臭いわけではないですし、揚げ物ではなく、焼いたり蒸したりした料理が多いし、お惣菜もたくさんあります。それに隣国では食べ物と飲み物の包装に英語で表記されたものが多くあります。なので食物アレルギーがある人には大切なことです。交通機関は運賃がかなり安いですよ。私は20年間ワシントン DC に住んでいましたが、隣国の地下鉄とバスには本当に驚きました。10年先の未来に送られたかのようです。隣国では、すべての宗教が調和しており、
彼らも多宗教社会をとても誇りに思っています。ハラルフードを食べたり、インド料理屋に行ったり、隣国のお寺の懐石料理も楽しめます。内向的なものとして、日本の文化はより私の性格に合いました。丁寧で慎重で、芸術的で、静かなところが。でも今は隣国で教えています。主な理由は、自分のキャリアとお金のためです。日本では一人の起業家として出世するために、何年も仕事を掛け持ちして頑張らないといけませんし、それは私には向いていません。隣国では、フルタイムの仕事を一つ手に入れれば、それに全エネルギーを注げますし、性に合ってます。でも仕事の後は、騒々しい隣人や悪臭を放つ路地、そして携帯に夢中でぶつかってくる人たちの群れに対処しなければいけませんが、非常に偏った答えになるけど、隣国だね。1、歴史的な障害がない。隣国は過去、いかなる国も侵略したことがない。2、敬意と礼儀を重んじる文化だが、日本ほど極端なものではない。3、食料と生活費がはるかに安い。4、隣国人は日本人よりずっと率直に胸の内を話す。彼らは中国人ほど無遠慮ではないが、日本人のように本心を隠したりはしない。5、隣国の女性は最高にセクシー。化粧や整形だと言いたいだろうが、私には日本の女性よりもはるかに綺麗に見えるね。日本の女の子が醜いわけではないよ。単に合わないだけ。あくまで主観だけど、文句なしに日本だよ。隣国ドラマと比較して、日本のテレビドラマやアニメーションの方が奥が深い。日本人の方が謙虚で教養があり、親しみやすいと思う。日本人は文化の本質である漢字を捨てなかった。隣国人は漢字を廃止し、文化的な混乱を招き、自分たちの言葉を全く低俗なものにした。隣国の K-POP は、基本的にはアメリカのポップミュージックの複製であり、日本の音楽はよりオリジナリティが高いし、日本の伝統楽器は音楽業界で広く使われていると感じる。人々に関しては、日本だと言えますね。彼らは一番親切ですし、差別もわずかで、イノベーティブな人々なので。妹が JAT プログラムの英語教師として働いていますが、差別を全く経験していません。もちろん、人休む場所によって違うと思いますが、私はサムソンの製品が好きですが、全体としては日本を好んでいます。申し訳ありませんが、私はキムチや K-POP のファンではありません。どちらでもない。私が選ぶのは国ではなく国民であり、私は両方の人々を選ぶから。どちらもユニークな文化で、食べ物は素晴らしい。日本人と隣国人と触れ合った経験は非常に良好だし、両方ともとても寛大だと思ったよ。隣国の大学で2年半勤めていたし、今は日本に住んでほぼ14年になり、いろんな大学で働いてきた。この年数から日本が好きなことは明らかだよね。主な理由は、隣国よりも趣味や野外活動を楽しむのがずっと楽なところ。サーフィンや自転車が大好きなんだ。日本ではサーフィン好きの大きなコミュニティがあって活動しやすい。さらに、私が住んだすべての場所に、とても長いサイクリング専用の道があった。それだけでなく、大抵の道路でも、自転車に乗るためのスペースがある。実際にはスクーターのためのものだが、自転車も利用できる。私が隣国にいた時は、サーフィンなど存在しなかったよ。ちょっとだけ流行りかけてたけど、最北東の端っこでしかやってなかった。それに隣国の道路で自転車に乗るのは命がけだよ。安全運転や運転マナーはほとんど存在しない。隣国人は金稼ぎと出世に忙しいから余暇がない。日本はほとんどの面で住みやすい国。東京や大阪などの大都市以外なら物価も安いよ。いかがでしたでしょうか？とある日本の経済雑誌で、日本、中国、隣国3カ国の中で、最もイメージの良い国というアンケートを世界25カ国に行ったところ、アンケートに参加してくれた人の9割が日本と答えていました。
皆さんは中国や隣国にどんなイメージを持っていますか？よろしければ理由を添えてコメントをお願いします。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。